実際には煙は出てないけど出てない、はでもねい、はい、焼けたことはあるよ。その裁断する人は、指を切ったら一人前というふうに聞いたんですけど、それはね、はい、はい、今までね今井さんにいろいろとジーンズの、過去の苦労や、お話聞いてきましたけど、ここからね、そんな話してない。まだですか。まだまだあります。ここからね、私がいろんな人から聞いた、ジーンズの、当時の都市伝説、それちょっとこれをね本当に当時それが本当にあったのか、今井さんにもう丸×でお答えいただきたいと思います。はい、わかりました。まずね1個目、もう当時その工場が、もうジーンズの稼働で大変すぎて、よくミシンから煙が出ていた。これ本当に当時起こってたんですか？×だね。これ×ですか？はい。おそらく、そのくらい忙しかったと。なるほど。いう形容詞だね、これは。実際には煙は出てないけど。出てない。でもね、焼けたことはあるよ。焼けたことあるんですか？焼けたいうか熱を持つことは。それをオーバーに煙と。なるほど。焼けるってどういうことですか？今の言うね、ベルト。ベルトってね、緩いと回るんじゃない。で、例えばモーターここで回ってるね。でミシンのここにそのなんだコマがあるよね。そこにベルトかけてるわけ。で適度に張って使ってるわけ。なるほど。ところがそれが緩んで滑り出したと。でこれもね、今の言うひょっとしたら煙が出る要因になるかもしれない。でいわゆる革ですから、ベルトは、革でないとダメなんよ、ごついミシンはね。でそれでこう滑って空回りしてね、車がそのスリップした時に煙が出るやない、あの状態が起きたかもしれないね、そこは。なるほど。それともう一つは張りすぎて、あまりにも張りすぎて、そのために、きしんでね、熱を持ったというのはあるかもしれないね。もうそれはメンテナンスする時間がないほど、ずっともう一日中何時間もそれはねやり続けて、メンテナンスの問題なんだけど、やりすぎてか行き届いてないとか。今井さんが工場長だったらそんなことは起こらないですよね。少なくともね、我が社ではそれない。吉田工場と言わず、そういったことは発生してないと思う。それぐらいやっぱりジーンズの需要が大きかったから、みんな頑張ってたってことですよね。もう例えば8時間だけど、それが12時間もねあるいは15時間も仕事をしてて、でもうミシンもこのくらいやっぱりそのくらいすればもう煙が出るわみたいな、ミシンも焼けるわみたいなところからそういう表現になったかもしれないです。15時間は結構やばいですけどね。じゃあ今井さん2つ目いきます。2つ目はね、これも私ボブソンのメンバーから聞いた話なんですけど。ボブソンのメンバーから聞いた。当時そのジーンズが盛況すぎて、部品、特にジーンズのジッパーだけで大型トラックの荷台が全部埋まるぐらいの部品が来てたというの、これほんまですか？そんなことはない、さすがに。ジッパーですもんね。でもね、なんででジッパーって毎日必要なもんよ。そうですね。そうすると、要するにその自分のところで使う量って1日の量ね、10日の量、1ヶ月の量、分かってるやん。確かに。で前もってね、だからそのくらい、これも経営者だね。そのくらいもう、とにかく増産で忙しかったんだよという。なるほど。じゃあさすがにジッパーだけでも大型トラックの荷台が埋まることはなかったけど、それぐらい忙しかったという。例えば、このジッパーって、当初はスコービルさん、岡山アメリカのメーカーなんだけど、日本スコービルっていうのが横浜にありましてね、でそこから全国に
出張所を作って、で岡山の出張所ってもともと小島がいわゆる縫製の本場っていうことで、陸上もあったしね、ほんで岡山に出張所を作りたいということでね、実はねその時に私はもう吉田工場行ってたで、家を貸してた我が家を、で、スコービルさんが3人目借りてくれたのね、でそういうふうな全国にそういう出張所もどんどん広げて作っていかなきゃいけないという時代の話でしょ、それは。スコビルさんも代理店というかメーカーとして、もう日本中の岡山の小島にも販売所を作って、いろんなところへね、でそれまではそう販売をどんどん作れないじゃないですか。だからスコービルさんは、大きな荷物持って全国回っていとったかもわからんですね。なるほどね。まだそれぐらい活況だったってことですよね。そうなるほど。だからあるとすればスコービルさんだけでしょ。なるほど。さすがにこの話は×ですと。なるほど。じゃあ3つ目いきます。裁断をする方、当時全部手で裁断してると思いますけど、その裁断する人は指を切ったら一人前というふうに聞いたんですけど、それはね、のみの裁断の頃の話。もう一つ時代が前。もう一個前ですか。もう一個前は手のみ。手のみ。でその型を置いて、でね、当時の延べ探偵ね、生地を裁断台の上に伸びるんだけど中表にして、それをねいわゆる5足とか10足とか、つまり5足言うたら10枚なんですよ、中表1足、それを5足重ねる、生地によったら10足重ねる、でそこにあらかじめ作ってる型を置いて、で手伸びで切っていくわけ、その時に手伸びってね、湾曲になってるんですよ、刃が。で湾曲になっていわゆるこうなってるんですよね。でこっちで切るんですよ。こっちで切ったら自分の手の方へ来るんですよ。間が湾曲してるから。で、それはね、なぜか言うとね、もう私も一人前なんですよ。今井さんも昔やってしまったんですか？やってしまったんですよ。もうあれだけどね、ここを切ったんですよ。いまだにちゃんと残ってますね。それでね、なんでか言うと、型をね切るやない。で今度こっちを切る時にはね、パッと持ち替えなきゃいけない。それをねパッパッタ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 ッと持ち替えながら切っていくわけですよ。その時につい反対することがあるんですよ。それはまだ未熟や。未熟だから切るよね。なるほど。だからそれは精通してても切る時切るかもわからんけど、だからこの一人前というか、私はね、自分が裁断士の時に切ったんじゃないんですよ。違うんですか？ちょっとタバコ吸いに行っておいでって、その時に自分でタバコ吸っておいでって言ったら、その時私ができるから。なるほど。いわゆるいろんな技術身につけたくて。なるほどね。今井さんもその人の担当のところを自分がやった時にスパンといってしまった。やっちゃったよ。もう血がもうすごいよ、それは。そうです。あんまりね、スパッと綺麗に切れたもんだからね、血は出なかったね。綺麗に切れたら血って出ないんですか？出ないね。そうなんです。すぐパッと出ないね。そういうもんなんですか？すぐは。しばらくして血が出る。それは出るよ、それは。出るけど、最初パッと切った時はね、なんか白い油みたいなね。血よりね、その白い油とか肉とかね、そっちの方が目に入ったよ。めちゃめちゃ生々しい話ですね。だからこれはね、
だから電気裁断機なんか電気裁断機でも切ることあるか。電気裁断機を使う時いうのは、もう生地の上に型を書いてる。そこをずっと切っていくんだけど、やっぱりね端の方になったら手で押さえなきゃいけない。それでついそっとくるっていうことはなきにしもあらず。そうですか。やっぱそういう自分の体に傷がつくかもしれないリスクがありながらも、みんなそこを乗り越えて。やっぱりねそれはね不注意もあるんだけど、どうしてもね例えばよ、ズボンの後ろ身こういうふうになってこういうふうに尖っとるやない、ここはね。で前身ってこのくらいだけど、だから前身でおそらく切ることないけど後ろ身がこういうふうに出てるから、ここが細いから浮くのよ。だからそこをしっかり押さえて、そうしないと上と下がずれるから。なるほど。そういうことで手を切ったいうのはなるほどね。ないと。それともう一つは細いね、例えばベルトループ、あれはループを切るときに細いじゃない、そういう時にやってるかも。ジーンズの生地のパーツの特徴で、最初の頃はそれぞれ自重があるから大丈夫なんだけど、端に来た時の問題はそうっすよね。残りもうわずかになった時にこっちに力がいるからいやもうでもしょうがないですね、それは。だからそれはね、それはやっぱりねそういう話が出てきたいうのも、やはりその人に指導する時にね、注意せんとこうなるよと、でこういうふうになった人おるよと、君は気をつけなさいよという意味合いで、そういうことは言ってたかもしれないな。でも現実にね指を落としたとか、そういうふうな話は他社では分からんけどね、我が社ではなかった。私が手飲みで私が切ったぐらいいやでも本当にすごい話ですね。はい、じゃあ次いきます。昔の職人さんは、自分で手で、ボタンの数をぐっと掴んで握ったら、ボタンの数が何個かすぐ分かった。これほんまですか？それはほんまやろね。これ本当ですか？これ、いや昔の人って、全て仕事って自分の手とか足とか、頭で考えてやるんじゃない。だから自分はパッと掴んだらこれいくらと、そういうふうな私たちよりはるか前の人よね。私の時代でそれはもうなかったけども、体に染み込んでるんですよね。いやそれはでもかっこいいですね。今井さんも当時はやっぱ分かったんですか？いや分からない。そうですか。分からないというよりも私はその仕事したことない。なるほど。いや面白いですね。でもね、例えば時代劇なんか見てて、それに近いものを見るよね。やっぱり昔の職人さんってすごいよ。やっぱり何々屋さんって商売してるとこの絵が出るじゃない。そういったとこの仕事をしててね、で俺はバッと例えば今のボタンで言えば、持っただけでこれいくらか分かるんだよっていうようなね、そういうシーン、やっぱり連想できるからね。で昔ってやっぱり測りも今ほど精巧じゃない。目分量とかでもある程度精密に、そうやね。大体目分量って結構あったよね昔は。そうですね。だからそういうことはそれはあったでしょうね。それはなるかもしれない。今井さん今やっぱり日本でもどんどん手を使った職人さんとかの数が、少しずつ減ってきていたりとか、なかなか若い人からこういう、職人さんという職業が選ばれにくくなってるとは思うんですけど、改めてその次世代に向けてものづくりとか、そういう職人さんのこの仕事の、面白さとか、何かメッセージがあったら。そうだね。
やっぱりね、まあそれはね、昔から言うとどんどん進化して、で省力化してきたですよ。でその中で一番最たるものはジーンズの後ろポケットの縫い付け、これはもう自動。だから人が縫わなくていい。で、要するにポケットをセットするだけで自動的にパッパンと折ってくれて、ほんで身ごろのとこにパンと置いてくれて、自動的に縫ってしまう。だからまあそういうそのことから始まって、まあ私ももう長いこと離れてるから今どれだけの進化あるかわからないけど、ただねこういったことって今どちらかというと多様化でしょう。でファッション性の方がやはりその主体じゃないですか。そうするとなかなかね、その機械化とか省力化ができない、今背景が、それは言えるかもしれないね。だから多様化の時代でいろんな人の趣向があって、それぞれの好きなファッションとかが増えていくから、大量生産で自動化がやはりしなくなってきてる。大量生産ということ自体が、もうあまり期待ができないかもしれない。で要するに付加価値っていう部分で、やはり大量生産というものはどうしても価格がそれだけ安いと、製造に関わる、ね、コストも抑えなきゃいけないし、で大量ということはそれだけより多くの人ということになればその価格帯も抑えられると。これはまあ市場価格として。でもその付加価値っていう観点でいろんなそのファッション性を重んじてやるであれば、それだけその価値が、でその自動化なんかいうほど価値がない。逆に、面白みがないっていうかね、味がないっていうかね、もっと人が感動するような付加価値のあるものを作る上ではやはり一人一人の人間の技がこれからも大事になってくると。でね、やっぱりまあこれは私はそういったところに携わってないからこれは私の想像でしかないけど、やはりそのこれから一番重要なのはまずマーケットのニーズで、それをいろんな人からのいわゆる情報、そしてその情報が正しいかどうかその分析、そこからそれを商品化するというね、そこが一番重要ではないかな。今井さんっておいくつでしたっけ？85です。85歳ですか。はい。85歳でなかなか今のコメントいただける方いないと思います。そうですか。はい。いやもうすごいいまだに感覚的にはやっぱ現役であるということもありますし、今回すごい話が聞けて、多分これを見た方の中にも少しものづくりに興味を持ってもらった方もいるかもしれないので、これからもボブソンは付加価値のいいものを作るためにしっかりといいものをね頑張って作っていければと思いますので、皆さん本当に今回はどうもありがとうございました。今井さんもどうもお越しいただきありがとうございました。いや、ありがとうございました。